皆さんこんにちは、ゆうきです。今日は日本語のリスニング練習に使ってもらえればなというビデオを作りました。先日京都を少し散歩したので、その時の様子を皆さんに紹介できればいいなと思っております。皆さんは京都に来たことがありますか？私の住んでる京都は長い間日本の首都だったので、伝統的な建物や有名なお寺、神社などがたくさんあります。日本有数の観光地です。なので京都の外に住んでいる友達からは、いつでも観光できるしいいなってよく言ってもらえるんですが、実は案外京都に住んでいると観光しないんですよね。生まれた時からあるものばかりで、あることが当たり前になっていますし、ありがたみもないというか、あと観光地は人も多いですしね。でも先日ふと、なんかせっかく京都にいるのにそれってもったいないなと思いまして、京都の魅力を再発見するために、これからは外に出ていろいろなものを見ていきたいなと思っています。さて、今回は八坂庚申堂というところと安井金毘羅宮という2つの神社に行きました。この2つの神社はとても面白い神社ですので、ぜひ楽しんで見ていただければいいなと思います。まず八坂庚申堂は清水寺があるエリアの近くです。このエリアは京都駅からバスで20分くらいで行けると思います。清水寺から八坂庚申堂までは多分歩いて10分くらいです。私は今回清水寺へは行かなかったので、違う道から行きました。結構な坂でした。坂の上には五重塔が見えます。五重塔というのは屋根が5つある塔のことです。この塔もぜひ見てみたかったんですが、この日は本当に蒸し暑くて、もう全然歩けなかったので、もうここは今回は断念しました。また次の機会に見に行けたらいいなと思っています。はい。さて、ここが入り口です。そしてこの門をくぐると、見てください。このカラフルな飾り、たくさん見えますよね。この神社はカラフルで可愛いということで、SNS をする方たちを中心にとても人気のある神社なんです。写真映えしますよね。そしてこの日、結婚の写真のために2組のカップルも撮影に来ていました。和装しています。和装というのは着物を着ているという意味です。京都では着物を着てお寺や神社などで結婚の記念撮影をするカップルがとても多いです。見てるだけでね、幸せをもらえる感じがしますね。そしてこのカラフルなものは何なのか、これは後で説明します。神社に来たらまずは参拝します。参拝というのはその神社の神様に挨拶をすることです。これはお賽銭箱です。お金を入れる箱です。金額に決まりはないので、いくらでも大丈夫です。そして参拝するところに何かありますよね。これは何でしょうか？これは猿です。3匹の猿。三猿と言います。左から順番に耳を塞いでいる猿、目を塞いでいる猿、口を塞いでいる猿がいます。これは見ざる、言わざる、聞かざると言って、悪いことを見たり聞いたり言ったりしないで、いいことだけを受け入れて素直な心を持ってくださいという教えです。なんだか可愛いですよね。この猿はこの神社の神様の使いだそうです。使いっていうのは、お手伝いをするということです。なのでこの猿に自分の願い事を伝えたら、猿が神様に私たちの願い事を伝えてくれるそうなんです。
さて参拝を終えたら、この色とりどりのものを見ていきましょう。よく見るとね、何か書いてあります。実はこれ、ここに来た人たちのお願い事が書いてあるんです。この丸いものはくくり猿と言います。これは猿の人形で、手足をくくられて動けなくなっています。お猿さんの手と足がくくられているんですね。なんかそれ聞くとすっごくかわいそうじゃないですか？猿ってよく動きますよね。その猿の姿を私たちの欲しいとかしたいという欲望の姿に例えているんです。なので私たちが欲望を一つ我慢することで、神様が願いを一つ叶えてくれるんだそうです。このくくり猿はこの神社の中で500円で買うことができます。買ったらペンで神様にお願いしたいことを書いて、ここに吊るします。皆さんならどんなことをお願いしたいですか？この後は次の目的地へ向かいます。ここから歩いて5分くらいのところに安井金毘羅宮があります。ここもね、すごく面白い神社でした。ここが入り口です。悪縁を切り良縁を結ぶ祈願所と書いてあります。縁っていうのは関係のことです。人と人の人間関係だけじゃなくって、仕事とか病気とか全ての自分に関係するものを縁と言います。悪縁は悪い縁です。良縁はいい縁です。なのでこの神社は悪い縁を切っていい縁を結ぶ、いい縁を作ってくれる神社っていうことなんですね。ここに訪れる人は恋人と別れたい、離婚したいとか、恋人が欲しい、新しい出会いが欲しい、転職したい、仕事を頑張りたいなど、いろいろな願いを持った人が訪れます。しばらく歩くと、見えてきましたね。じゃーん、これです。これ結構怖いですよね。なんか怖いですよね。これ石なんですよ。真ん中に穴が開いている石。高さが 1.5 メートルくらいで、幅は3メートルくらいあります。この石にたくさん白い紙が貼ってあるんです。この紙は1枚100円程度で誰でも買うことができます。この石の隣にその場所がありますよ。行ってみましょう。落書きがたくさんありますね。落書きは良くないですね。それはさておき、ここにお金を入れて紙を1枚取ります。この紙にお願いしたいことを書きます。お願い事はいくつでも書いていいそうです。私ももちろん書きました。そしてこの紙を持って先ほどの石へ行きます。石の前に表と書いてあります。石の反対側には裏と書いてあります。まず表から裏へこの穴をくぐります。そこで悪い縁、悪縁を切ることができるそうです。そしてまた裏から表へとくぐります。これでいい縁、良縁を結ぶことができるんだそうです。つまりこの穴を2回くぐらなければいけないんですね。もちろん私も通りました。この穴、見ての通り結構狭いんですよ。なのでちょっと大変でした。私は体を動かすのが下手というか苦手なので、穴を通るのに手こずってしまいました。手こずるというのはなかなかうまくいかないという意味です。なのでちょっとね恥ずかしかったんですけれど、でも珍しい体験ができたのでそれは良かったです。そしてそれが終わったら石の裏に糊が置いてあるので、さっきお願い事を書いた紙に糊をつけてこの石の好きなところに貼ります。これで素晴らしい縁が私や皆さんのところに来てくれるはずです。
この神社には絵馬もたくさんあります。絵馬というのは願い事を書くこの木の板のことです。この神社は縁切り神社とも呼ばれているので、絵馬にも縁に関するさまざまな願い事が書いてありました。中にはちょっと怖いお願いもありました。例えば、夫と浮気相手が早く別れますようにとか、そういう感じのね、結構強い願いがいろいろ書いてあります。これを撮影することはできないので、興味がある方はぜひここへ行って読んでみてほしいです。本当はこの後行きたいところがまだあったんですが、さっきも言った通り、この日は台風が接近していてすごく蒸し暑い日だったので、とても暑くて危なかったので、もうこの日散歩は終わりにしました。また出かけた時は街の様子や面白いものなどを皆さんにご紹介したいなと思っています。ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。またねー。